ピノノです。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、私奈良県に来ていますなんで奈良県に来ているかと言いますと、実は大阪に用事がありまして、大阪に来たついでに奈良県に寄ったわけなんだけれども、実はね、奈良初めて来たんですよ。で、初めて来て、もう前々から行きたかったところに今日は行きたいなと思っております。で、現在いる場所が近鉄奈良駅っていうところの近くなんだけれども、そこから歩いていけば奈良公園に行けるみたいなんですよ。で、その奈良公園が私がもともと行きたかった場所、そしてもう一つが東大寺です。で、チャット GPT さんになんか聞こうかなって思ったんだけれども、もう行きたい場所が決まってるし、その奈良公園ってめちゃめちゃ公園自体が大きいんですよ。だから頼ってもなーみたいな感じだからさ、今日は頼らずに旅動画をお届けしていきたいなと思います。そんな感じで歩いていきましょう。今ね、奈良公園に向かってるんだけれども、ここら辺にもう鹿さんがいるのかなって思ったんですが、さすがに鹿さんは公園内に行かないといないんですかねやっぱり外国人の方がすごく多いっていうのは聞いてたんだけれども、あんまり日本人を見ないですね。いた。かわいい。見て。小鹿。かわいい。すごい、もふもふしてて、賢そうな顔してますね。今日せっかく来たからさ、鹿のさ、せんべいをあげていきたいなとも思っています。かわゆ。今ちょうど入り口らへんに来たんですよ。で、ここって結構大きいんだね。博物館もあったりとか、ご飯屋さんとかもあったりとか、あとはこれか。これ。東大寺。ここに大仏があるみたいなんで、その大仏は絶対に見たいですね。いやー、すごい。鹿せんべいはどこで買えるんでしょうね。至る所に鹿がいっぱい。すごい。ここに鹿さんがおります。こんにちは。撮っていいですか、隣。こんにちは。触らせていただきます。あー、かわいい。わー、すごい。こういう感じなんだ、鹿さんって。すごいね。角もさ、よいしょ。かわいい。すごい。どこが弱いんだろう、鹿さんって。耳とか好きかな。でもあんまり触りすぎても嫌だろうね。この鹿さんの角はまだ伸びきってなくてさ、色もすっごい綺麗なの、発色が良くて。こんにちは。オレンジ色っていうかさ奈良公園にはたくさんの鹿さんがいますよね。じゃあなんで鹿さんがたくさんいるのかというと、実はこの鹿さんは春日大社の神様の使いと言われてるんですよ。昔竹三日月の命という神様が茨城からこの奈良に引っ越した時に白い鹿さんに乗ってやってきたと言われています。そこから鹿さんは神様の使いとして奈良で保護されてるんです。実際に江戸時代に鹿さんをいじめた人は処刑されていて、いじめた人は生き埋めにして中に小石を入れて圧死させる石こづめの刑というのが行われたみたいです。なので奈良さんの鹿さんに限らず動物は大事にしなきゃいけません。さっきね、ぐるっと奈良公園の方を向かってたんだけれども、東大寺が思ったよりも奈良公園よりも遠かったんで、ちょっとバスを使って東大寺の方に向かっていきたいなと思います。あとはね、ちょっとお腹空いたんですよね。で、行きたかったお店があったんですけれども、そこがなんかお休みみたいで、だから東大寺周辺で何か美味しいものあれば食べたいなと思います。あと鹿せんべいが全然どこに売ってるのか全くわからない。鹿も渡ってるし。そうなんだ。
危ないけど、これはみんな守ってるんだね、きっと奈良の方は。ダーン、すごい。すごいですね、ここら辺も。いやー、なんかさ、言葉にできない、表せないぐらい新鮮な字を感じています、私は。なんかね、近鉄奈良駅で降りたじゃないですか。そっから商店街みたいなのがあったんですけれども、そこの雰囲気とかもすごいいい感じでさ、京都はあんまり行ったことないからわからないんだけれども、この奈良の雰囲気、私めっちゃ好き。いいわ。なんで人生の中で行ったことなかったんだろうって感じ。見つけたけど鹿せんべい売り切れです。残念。鹿せんべいを手に入れました。待って、これ鹿せんべいを鹿さんにあげる。すごい、すごい。うわー、すごい。うわー、なんかここにさ、鹿がいるっていうところもさ、なんか神秘的な場所って感じがする。こんにちは。ここが東大寺の中門って言われてるところですね。非常に大きい風情があります。この中に大きい大仏があるんだよね。いやー、楽しみ見るの。すごー、びっくりした。入場券購入しました。大人1人800円。いや、びっくりした。真正面から見た感じの、すごー、めちゃめちゃ迫力ある。これは訪れておくべきスポットですね。では早速本堂の中に行って大仏を見ていきます。大きい、よくテレビで見るやつ。よいしょ。すごい。階段もさ、すごい大きいんですよ。すごい。すごい。見て。映像だとあんまり合わせられないんですけど、実物を見るとすごいわ。こんな大きいんだ。やばいよ。奈良といえば仏教の本場といっても過言ではありませんが、昔日本は神道の方が流行っていました。ですが飛鳥時代に仏教が日本に持ち込まれてから、そこから一気に仏教がバズっちゃったんですよね。理由はいろいろとあるんですけど、国民に一気に広がったその理由の一つとしては、当時神道を信仰する神様は目に見えないものでした。木に宿ってるとか石に存在するとか、でも仏教は木造といった目で見えるものだから、国民は信仰しやすかったんですよ。でね、奈良時代って天然痘っていう疫病が一気に広がったんですけれども、当時科学的に物事がわからないから、天然痘が怖いって国民が暴走したんですよ。なので聖武天皇が仏教の力を使って、この仏に拝めば病が治ると PR します。それで生まれたのが東大寺にある巨大な大仏です。念願の奈良公園と、あとは東大寺見れてよかったななんて思います。その他にもさ、奈良って結構古墳とかあるんですよ。だから古墳も見たかったんだけれども、時間的にもさ遅くなっちゃうから、また奈良来ていろんなところ回りたいなと思います。はい。
鹿さんがめちゃめちゃ可愛いし、鹿さんめっちゃ人慣れしてるんですね。至る所にさ鹿さんがいて、東大寺の中の方に入ってくるとなんか鹿さんいるんだけれども、そこでは鹿せんべいあげないでねみたいなさ看板があったりしてでも鹿せんべいさやっぱあれなんだね、鹿さん大好きだから持ってるだけでさ匂いでわかるのかな。すっごいね鹿さんに大人気になる一時的だけだけど、いやめちゃめちゃ良かった。本当いろんなものが迫力あってさ、てか物がめっちゃでかいの。階段一つですらでかいのよ。すごいびっくりしたよ。で今の時刻が17時なんですけれども、もうねここら辺観光地になってるからお店がねほとんどやってないんですよ。うどんとか食べたいなって思ったんだけど、そもそも14時で終わりみたいなところが多くてさ、って感じだからね、結局ご飯がさこの動画で入れ込むことができないんだけれども、なんかね美味しいものを見つければ食べていきたいななんて思っています。すごいお腹すいた。でねこれからなんですけれども、私大阪の国際空港に行きまして、大阪からマレーシアに行きます。でマレーシアの動画もお届けする予定なんだけれども、なんかあいにく天候が悪いみたいなんだよね。だからちょっと動画撮れるかわからないんだけれども、まあお届けできればいいななんて思っております。ということで今回の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録と高評価していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いいたします。ほなバイバイ。すごい荷物が多い、バックパッカーみたいな感じのちょっとさ近鉄奈良駅のコインロッカーで荷物をさ預けたんだけどね。